世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回はですね、こちら、両手斧のガードモーション作っていきたいと思います。とりあえずね、これをちょっと見てほしい。まあね、言いたいことはわかる。でも皆まで言うな。俺もわかってる。まずね、この両手斧っていうのは、脳筋のための武器なんですよね。筋力に99とか振っちゃうような、そんな男たちを優しく包み込んでくれる、そんな慈愛に満ちた武器なわけなんですけど、いやいや、両手持ちするから筋力66でええやんとか、そういう話じゃないんだな。グレートアクスとかの絶望的なリーチ、あれに逆にロマン感じちゃうような、そんな人向けの武器なんですよね。でも今のこれはどうやろう。どっちかっていうとこれ純魔ですよね、これ。明らかに PSI、サイコキネシス的な何かで斧を制御しちゃってるよね。俺はね、アヘアヘアセット組み合わせおじさんなんで、例に漏れずこのガードモーションも、有料のねゲーム素材購入してそれを使用してるんですけど、一番合ってそうなモーションを選んでこれなんですよね。でこれ旧プロジェクトの時はどうしてたかっていうと、こんな感じ。武器の角度とかを調整していろいろごまかしてはいるんやけど、やっぱりなんかこう違和感あるような、特にこの辺手首の動きめっちゃやばいような、こういう感じ。力のトライフォースとかを所持しているドリャーおじさんですらびっくりするぐらいのスナップ力、手首の力。これはね、もはやもうスマメイトのレート2000超えレベルの伝説のゲルド族じゃないとこの手首の動きはねできないと思います。で今回はちゃんとしたガードモーションを自作していきたいと思います。今ですね、最近絶賛勉強中のカスケーダーっていうソフトがあるんですけど、これね、ほんまに俺ちょっと素人レベルやからあんまよく分かってないんやけど、全米が泣いたレベルの素晴らしいソフトやらしいです。ちなみにこれ無料のお試し版とかもあるんで、もしね興味ある人はぜひダウンロードして使ってみてください。今回はね、その無料のお試し版使ってモーションを自作していきたいんですけど、一番モーション作りで大事になってくるのがキーフレームっていうものですね。このキーフレームっていうのが何かっていうと、このモーションの大事なところを切り取ったポーズの数々のことをキーフレームって言います。イメージとしてはパラパラ漫画とか書いたことみんな一回はあると思うんやけど、パラパラ漫画のどこを切り取って絵にするかっていうのがキーフレームの考え方ですよね。つまりそのキーフレームを選定するところがモーション作成の命になってくるんやけど、これに関してはとあるサイトで読んだんですけど、参考動画っていうのを用意して、その動画を見ながらキーフレームを決めていくっていうのが一番ね、初心者にもやりやすい方法らしいです。動画だったら一時停止とかしながらね、ポーズを選定していけるんで、重要そうな一瞬を切り取ってキーフレームにしていけばいいわけですね。ただ両手斧ってリアル系の動画とかでガードしてる動画ってなかなかないと思うんですよね。探せばね、もちろんあるとは思うんやけど、ぶっちゃけそのリアルの動画である必要ってあんまりないんですよね、実は。なので、例えばそれこそダークソウルとかのグレートアックスでガードしてるモーションとかを録画して、それを参考動画にしてもいいと思うし、ただ今回はね、せっかく僕自身 YouTuber やってるんで、俺自身がね、参考動画になっていこうかなと思います。このね、デスク買った時についてきたなぜか1本余ったね柱、何これ、パイプ的なのをね使っていきたいと思います。ちゃんと取れるのかな、頭とか切れてそうだな、ちょっといけてるかな。ちょっとね、一方向だけだったら足りないんで、いろいろ左右とか後ろから撮った参考動画を撮影したいと思います。やべえ、なんか知らんけど太もも痛い。とりあえずはこんな感じでちょっと
動画をね、チェックしてみたいと思います。OK。ほんなら、モーション作成の方に進んでいきます。初期ポーズは決まっているんで、こいつでやっていきます。UE4 から FBX で出力した場合、座標軸がカスケーダーのやつとね、軸が1個違うんで、こんな感じで地面に寝そべる変態みたいなのが出てくるんで、こいつを90度回転させてあげる必要がありやすね。くるっと、こんな感じで。これ両手物の待機モーションですね。右手ピクって動かすとことかいいよね。結構細かいっていうか。今回使うのは1フレーム目だけなんで、特に関係ないんですけど、ここからガードしていくモーションね。さっきの参考動画見ながら作っていきますよ。オルトプラス F でね、フレーム、選択してるフレームのキーフレーム全部消せるんでおすすめです。前の動画で視聴者さんに教えてもらいました。ありがとうございます。お次は UE4 用のリグですね。モーション作る時の、コントローラーみたいなもんですね。そいつを読み込みます。これで体の各部位にね、コントローラーが出来上がったんで、こいつをローカル座標で回転させてあげるとね、こんな感じでモーションが作っていけますよっていう感じですね。さあ、ここで参考動画の登場です。あれだよね、この肩が重要だと思うんだよね。この右肩からガードに行く感じ。肩を内側に入れ込む感じだね。これをうまく表現したい。持ってる武器が結構重たいと思うんで、肩を柔軟に使って、であとは武器の重さで前に両手のが出るから、そこに左手は添えるだけっていうね。はい。で、とりあえず3つね、キーフレーム打ったんですけど、3つとか少なすぎバロタって感じじゃねんけど、とりあえずって感じ。で、パラパラ漫画的な感じでね、開始と中間とガード成立のところの3つ作りました。で、このキーフレームの3つ、青くなってるのがキーフレームなんだけど、ここ以外の間のフレームっていうのは、カスケーダーっていうソフトウェアがね、自動で保管してくれるんで、ですね、例えば、ベジ保管とか入れてあげると、こんな感じで。これだとね、キーフレームがまだ少ないんで、ちょっとね、機械的に見えちゃいますね。なんで、この間とかもね、どんどん増やしていって、ブラッシュアップしていくっていう感じですね。はい、じゃあいくつか手を加えて、キーフレームの数をね、まず5つに増やしました。こんな感じですね。で、最後の終了フレームがこんな感じで、ちょっとね、斧を斜めにする感じにしてみたっていうのと、この膝の上に右腕を乗せる感じですね。乗せて膝に接触させることで、より安定したガードできそうだなっていう感じがしたんで、ちょっとね、くっつけるようにしてみました。で、もう一つですね、ガードをゲーム内で使うにあたって、今のね、ガードの移行するモーションと、敵の攻撃を実際ガードした場合のモーションですね。例えば、中盾とかで敵の攻撃ガードした場合は、このモーションですね。アセットを購入したものなんですけど、これを使ってます。両手斧で敵の攻撃ガードした時も、こういうね、後ろにのけぞるようなモーションが欲しいんで、このモーションをベースにして、ガードのヒット時のね、モーションっていうのもちょっと作ってみました。それがこんな感じですね。さっきのガード移行モーション、こっちのポーズを、上半身だけキメラ的な感じで移植したっていう感じですね。下半身の動きはさっきの中盾のガードモーションを使用してますね。上半身がカチコチであまり敵の攻撃の衝撃感があんまり出せてないんですけど、とりあえずはね、ガードをゲームに使うためにはこのガードヒットモーションとね、ガード移行モーション、この2つが必要なんで、とりあえずデータだけ用意しましたっていう感じですね。ガードをね、解除する時のモーションっていうのも必要なんですけど、解除モーションはこのガードへの移行モーションを逆再生すればこんな感じで解除モーションとしても使えるんで、今回この2つのデータだけで大丈夫かなと思います。ゲーム内でね、実際に結果を見てみましょうか。まずガードモーションがこんな感じですね。膝に腕を乗せて安定化を図るっていう感じですね。で、敵の攻撃をガードした時のヒットモーションはこんな感じですね。弾いてから反撃とかもうまくつながるようになっておりますと。はい、じゃあ今回はね、自分の体を使って参考動画を作ってみてね、それを元にしてモーションを作るっていうのをやっていたんですけど、結論から言うとね、自分で参考動画撮らない方がいいと思います。
というのも、やっぱり素人の動きをね、動画にしたところで、あんまり参考にならないというか、結局、僕もね、ダークソウルとかのゲームの映像を参考にしたりとか、他のね、武器とかを使ってね、ガードしてるリアルの動画、YouTube 探したらいろいろあるんで、そういうの見ながら作ってました。ただ、実際に自分の体を動かすっていうところに関しては、結構やった方がいいかなって思いました。というのも、やっぱり、右腕を膝に乗せるところとか、肩から動かすみたいな、自分の体を動かしてからこそ分かるポイントみたいなのでめっちゃたくさんあったんで、体を実際に動かしてみるっていうのはありかなと思います。結構気分転換になるんで、ただ間違っても自分の参考動画にしようとしてね、ビデオを回したりするのはおすすめできません。ということで、今回は以上で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。では、バイバイ。